動画から入ってみる崩壊サード、答え合わせを楽しむ流派のおすすめ PV も5本紹介。こんにちは、コバトーンです。崩壊スターレールとのコラボが始まって新しく崩壊サードを始める人も増えました。そこで最近新規の方に向けてコンテンツを作っているんですが、ある意見のコメントをたくさんいただくようになりました。それが PV 見てから始めるのがおすすめという意見。これには個人的にかなり賛成してます。 YouTube には崩壊サードに関する公式動画がたくさんあります。中にはストーリーの重要な局面に触れるようなものもあるので、言ってしまえばいわゆるネタバレになってしまうこともあるんですね。ただし崩壊サードの話はかなり複雑です。正直 PV を見たところでお話が全部理解できてしまうほど単純な話は存在しません。なのである意味 PV を先に見てしまっても問題ないっちゃ問題ないんですよね。僕としても美味しいところを先に見ておいて、そこに至るまでの道筋を答え合わせするような感覚で見ていく楽しみ方は結構好きだったりするので、そのスタイルを今回は紹介していきます。では早速行ってみましょう。ネタバレ注意。今回は一応おすすめ PV なんかを流したりするので、そういうのが目に入るだけでネタバレだって感じてしまう人は見ないようにした方がいいかもしれません。ただ先ほども伝えたように、正直 PV を見ただけで理解できるような話は一つもないです。なのでその楽しみ方をしてみたいなと思った方だけ進んでみてくださいね。映像を丸々全部流すようなことはしないので、その辺はご安心いただければと思います。崩壊サードムービーは5種類ある。崩壊サードの PV は種類がいくつもあります。主なものは5種類あるので、ざっくりまずは押さえておきましょう。バージョン PV、予告放送ハイペリオンラウンジ、ストーリームービー、公式アニメ、キャラクター紹介 PV の5つです。1つずつ解説しましょう。バージョン PV。バージョン PV は新バージョンが出る前に前のバージョンの予告として放送される内容のことです。だいたいものすごいハイクオリティの映像から始まって、次のメインストーリーの気になるセリフなんかが散りばめられていて、映画の予告のような雰囲気で制作されています。で、それが前半となっていて、後半にはそのバージョンで追加される新キャラクターの簡単なお目見えが含まれています。ちゃんとした操作説明というよりかは、雰囲気やかっこよさを伝えるような内容ですね。さらに該当バージョンで実装されるイベントや配布アイテムなどの告知もされることが多いです。それで1本の動画となっています。予告放送ハイペリオンラウンジ。ハイペリオンラウンジはいわゆる予告生放送のことです。原神や崩壊スターレールでもありますよね。あれの崩壊サードバージョンです。原神やスターレールの予告放送と同じように寸劇みたいなものが展開されますが、よりネタバレ感が強い解説が入ったりするので、メインストーリーのネタバレを避けたいなら見ない方がいいかもしれません。前回までこのキャラクターはこんな道筋を歩んできたけど、次のバージョンではこんなキャラクターが出るんだ、どうなっちゃうんだろうね、ワクワクみたいな話をさらっと挟まれるので、前バージョンの結末が語られてしまうことがそれなりにあります。リアルタイム勢以外はそこまで見なくていいジャンルの動画かもしれません。ストーリームービー。今回の話でお伝えしたいメインの部分です。崩壊サードではゲーム内のストーリーがミッション形式になっていて、一つずつのコーナーをクリアしていくような感じになっています。普段はキャラクター同士が1対1で会話をしたり、街中を探索しながらボイスで語りが入ったりしつつ、お話が進んでいく仕様です。そして一つの大きなお話の塊が終了すると、ストーリーでの重要局面をアニメで描く映像が挟まるんです。この映像のクオリティが非常に高いので、崩壊サードの大きな魅力を作っているコンテンツの一角だと言えるでしょう。なのでストーリーの中のクライマックス部分であり、一番心に刺さる美味しい部分でもあります。当然ゲーム内でもストーリーがその場面に差し掛かった時に再生されますが、端末の都合で画質が抑えられている場合もあるんですよね。なので高画質バージョンが YouTube に置いてある感じです。しかも YouTube ではエンドロールまでついていたりして、少しだけ豪華になっているんですよね。ゲーム内ではお話をスムーズにつなげるために基本的にエンドロールはついていません。ストーリームービーに関しては後で詳しくお伝えしますが、今のところ作品内でのポジションとしてはそんなところだと把握しておいてください。公式アニメ。崩壊サードには動画だけで語られる内容を描いたスピンオフアニメが存在します。こちらは基本的にメインストーリーにそこまで関係がありません。ただメインストーリーで登場したキャラクターたちがどんな日常を送っていたのか想像を膨らませるためのサブコンテンツとなっています。フェイトシリーズを知っている人なら、エミヤさんちの今日のご飯を想像してもらうといいかもしれません。殺伐としたバトルを普段は行っている登場人物たちですが、もし平和な日常場面が存在するとしたらどんな感じになっているんだろうと想像できるような内容になっているんですね。なので単体で見ても面白いとは思うのですが、どちらかというとキャラの設定などがしっかり理解できた上で見るとエモさを感じられる作品になっています。
有名どころだとバルキリーの食卓、人形学園、黄金の庭園なんかがありますね。どれも本編の後に見た方が楽しめると思うので、別に先に見てもネタバレ要素は低いですが、後で視聴することをお勧めします。キャラクター紹介 PV。こちらは今度実装するキャラクターの操作説明 PV となっています。バージョン PV ではざっくりとしたかっこよさが紹介されるのですが、こちらではもう少し詳しくどんな能力を持っているのか、どんな操作方法なのか説明があります。説明も作品内のキャラクターが語ってくれるような感じになっているので、そのニュアンスを楽しむこともできる一度で二度美味しいコンテンツとなっています。操作方法が内容のほとんどですので、基本的にネタバレはあまりありませんね。もしガチャでキャラクターを引けた場合、ざっくりとした特徴を知るためにちょうどいいかもしれません。自分が引けたキャラクターの実装当時の PV を見てみれば操作方法がなんとなくつかめると思いますので、調べてみるのも良いでしょうね。前知識なしで映像に感動し、さらに答え合わせを楽しみ、振り返って余韻に浸る。さて、ここからはストーリームービーの話をしていきます。先ほどもお伝えした通り、崩壊サードのストーリームービーは本編中でのクライマックスシーンを描いたものになっていると言えるでしょう。アニメーションも非常に気合が入っていて見応えがとてもあります。なので、崩壊サードの魅力を手っ取り早く肌で感じてもらうためにはとてもいいコンテンツなんですよね。実際ストーリーをやり始める前に YouTube で名場面のストーリームービーを見て興味を持ってプレイし始めましたという意見がかなりあります。僕としても結構おすすめな方法ですね。個人的には結構名場面集、名台詞集みたいな動画からアニメやゲームに入ることが多いです。作品の空気感みたいなものをざっくり感じ取ることができますし、美味しい部分を味わうことができるんですよね。しかも特にネタバレされたみたいな感覚はありません。どちらかというと、こんなかっこいいシーンにどうやってつながるんだろうという興味がかき立てられる感じ。そして実際そのシーンまでメインストーリーを進めてたどり着くと、ちゃんと過程を味わっているので見え方が全然違うんですよね。そういった意味で2度楽しめるものなんじゃないかとも思います。最近ではショートなどでアニメの名場面が流れてきて興味を持ったみたいなパターンも体験があるんじゃないでしょうか。それと同じ感じで断片的に魅力を先に味わってみる方法としてムービーはとても良いと思います。ちなみに PV を見てもほとんどメインストーリーの内容は理解できないと思うんですよね。物語の仕組み上結構どんでん返しがあるので予想は不可能に近いです。むしろストーリームービーから内容が全て想像できたらシナリオライターの才能があると思うので、ぜひホヨバースの求人に応募してみましょう。焼き鳥さんの弟子を目指してほしいです。というわけで、世の中ではネタバレをとても嫌がる傾向が強いので、僕も普段は初心者向け動画を作る際は使用する素材にかなり気をつけています。言い回しもネタバレしないようにだいぶ工夫をしているんですよね。ただある程度先に面白い部分を踏んでおいて答え合わせする楽しさみたいなものも世の中にはあります。なのでそのスタイルを知っている人、もしくはそういうスタンスで楽しんでみてもいいかなと思える人はぜひムービーから入ってみても良いのではないでしょうか。崩壊サードおすすめムービー5選。実際に僕のところに寄せられたコメントで、このムービーを見て崩壊サードに興味を持ちましたといった意見から5本の動画をピックアップします。最初3本にしようと思ったんですが、ちょっといい動画が多すぎて困ったんで5本にしました。先輩たちがドハマりしたきっかけの映像ですので、きっといい入り口になるんじゃないでしょうか。気が向いたらぜひ見てみてください。早速紹介していきます。1、最後の授業。もうね、ぶっちぎりで一番多いコメントでした。まあ当然っちゃ当然ってのがプレイヤーからの意見です。本当にいいムービーなんですよ。だいたい崩壊サードの沼に落っこちる人は本編でこのムービーを見てからですって意見が多いですね。公式チャンネルのコメント欄でもまさか知らない作品のムービーで泣くとは思わなかったみたいな意見や、未プレイ時はかっこいい映像だと思ってたけどプレイしてからたどり着いたら号泣でしたといった意見が多くあります。いやマジでわかる。ストーリーを走り終わったら YouTube のコメント欄もぜひ見てほしい。それぞれがストーリーで感じたことを書いてくれててファンの熱がわかります。ただその分ネタバレ要素は濃いめなので最初は動画だけ見るのがいいかも。判断はお任せします。2、罪人の挽回。多分内容を知らずに見たらすっごくよく動く作画、場面転換に合わせた音楽、そして謎の熱さとかっこよさを味わえます。とにかくすげーってなれるはず。ただこちらもストーリーを体験してくると全く違った見え方になります。特にストーリー上でも重要な要素がひっそり散りばめられているので、第1部をクリアし終わってから見るとさらにグッときますし、なんなら崩壊学園をプレイしたり周辺の作品を知るとさらに情緒に刺さります。大切な作品。3、永遠なる深淵。熱いです。とにかく熱いです。グレン・ラガンとかキルラキルみたいな熱が好きな人はきっと刺さる。コメント欄でも未プレイ勢から称賛が上がるくらいとんでもないクオリティです。
僕は月に一度は絶対に見たくなってこの動画に戻ってきます。そして毎回泣きます。なんなら見るたびに思い入れの量が増えているので、だんだんガチ泣きになってきました。今回も編集のために見たら泣きました。内緒にしておいてください。4、あなたのためにある物語。序盤のネタバレはあまりされたくないな、でもハイクオリティな動画は体験してみたいなって人にはこれがおすすめ。多分見てもさっぱりストーリーがわからないと思います。なのである意味とてもいい。ただなんかすごくてなんかエモいものを体験している気分にはなれるはず。制作されたのも比較的最近気味なので動画の質がとんでもないことになってます。表現手法の多様さにもぜひ注目してみてほしい一本。5、エンジェルリファクタリング。超絶かっこいい BGM にサイバーなアニメーションが載った名作。事前知識なしで見るとかっこいい。ストーリー体験した後だとエモいという二重の体験が一番顕著に味わえる一本だと思います。ビート強めの音楽が最高なので、見る際は低音がちゃんと聞こえる状況でほんの少しボリュームを上げてみるのがおすすめ。崩壊サードは第9章からがスタートだみたいな意見がよくあるんですけど、中にはこのムービーが流れるところからが本当の始まりだみたいな意見があるくらい大事な作品。物語を知るとくっそエモいのでぜひ体験してほしい。まとめ、ムービーから入ると3度美味しい。いかがだったでしょう。崩壊サードのムービーは非常にいいものが多いので紹介しきれなかったものがあるのが悔しいところでもあります。とはいえ一気にたくさん紹介してもどれを見ればいいのかわからなくなってしまうので泣く泣く5本に絞りました。ストーリーを体験していない状態でムービーを見るとある意味まっさらな状態でしか感じられない体験があります。もちろんストーリーを体験した上でそこに至ると別の視点で見ることができます。そしてさらにもっと後のストーリーまでやった上で振り返るとまた違った感慨深さがあったりするんですよね。というわけでストーリームービーから入門すると3回楽しむことができます。ぜひ今回紹介したムービーの中で良さそうなものがあったらそこから見ていただけるといいんじゃないでしょうか。実際見てみてすげえ良かったぜって思っていただけたらぜひうちのコメント欄にもその熱を書いていってくれると嬉しく思います。みんなで熱く語り合うと楽しいですからね。それでは今回の情報もあなたが崩壊シリーズを楽しむための一助として参考まで。